芽かきという作業はありますか？そう芽かきって作業ね、耳にしたりする方いると思うんですけど、前提として芽がいっぱい出てたらしなきゃいけないけど、芽が出てなかったら、何も考えなくていいです。だからその1鉢の中で2つまで1個2個しか出てなかったら、1個のバルブからニョキニョキって、2箇所こっちからとこっちからと出るパターンがあるってことですよね。あります。その時にどっちかに絞らなきゃいけないとかなのかなと思って。どっちかに絞った方がいいはいいけど、鉢全体で考えた時には新芽は2つまでぐらいで取れれば、それはもうそのままでいい。3つ以上ある時には考えた方がいいかなっていう感じ。じゃあ1つのバルブからは3つ出ることもあるってことですか？そんなこともあります。稀にある。あります。じゃあ3つはさすがにちょっと多いかなぐらいで。ただね、そんなにね、それこそその時買った株は結構もう花のためにいろんな体力使って、結構疲れてる状態だから、そういう株からね新芽はたくさんあんまり出ないあんまり出ないです。だから1個2個ぐらいが出るとしますよね。そしたらもうそのままこっちがこっちそのまま残して、育てていけばいい。でその3つ4ついっぱい出てきましたんだったら芽かきを考えましょうっていう感じです。それはあくまでもその1つのバルブから3つ4つですよね。鉢全体から3つ4つ、欲張って3つを残すのもありだけど、基本は1つの鉢の中で2つまでぐらいで絞ってあげると、次の成長とか次の花咲くとかっていう可能性は高まってくる。ということはこれ今おばあちゃんおばあちゃんお母さんで、これが一番新しくて、そうですね。でこれを今育てようってなってるんですけど、もしかしたらお母さんからもう一本出てきてた可能性もあるってことですよね。もう一本さらに出るかもしれない。いや、これからもその可能性があるってことですか？ありますね。じゃあそこからさらにおばあちゃんからも出るってことですか？そういう時もある。そういう時はもうこの前の世代から出る時もあります。でそれを取っちゃう。例えばここで前の年から出ました、その前の年からの分も出ましたになった時には、どっちも健康そうな芽、なんか黒くなってなかったりとか、元気な芽だったら、その古い方の世代から出てる芽の方が弱くなってくるので、そっちの方を取ってあげてっていうのはしたりするのはいいと思いますけど。古い方のバルブのを取って、とりあえず鉢の中には2つぐらいがちょうどいい。2つぐらいがちょうどいい。3つはね、あんまりおすすめしないから。私でも2つだもん。そうなんですね。じゃあもう2つにします。なんかきっと小さい鉢で私は花が来てほしいので、そうするとやっぱ2つとかにしちゃうかなって感じ。わかりました。これ私じゃあ間違えて、この間実は年末にたまたま近所の姉さんで一休さん買ったんです。一休さんじゃない、一休っていうので、知らなくて後ろ見たら石田さんの書いてて、よし芽かきするぞって言って出てきたやつをパッキン全部丸坊主にして、よし次のやつと思ったら出てこなくなっちゃってなるやらかしちゃったと思って、芽かきが必要だと思っちゃって。いらない芽かきはする必要が出るケースしかすることはない。もちろんでもどんどん出ちゃうと考えなきゃいけないですよ。でも出ないんだったらまるで必要がない理論なので。そうなんだ。だから今丸坊主になっちゃって、出るかな。出し直ししなきゃいけないです。してくれるかな。そうなんだ。やっちゃった。出し直ししたいんだったら植え替えした方がいいんですよ。植え替えをして、ちょっとリフレッシュさせてあげて、環境を変えてあげた方が芽が動くので。やってあげよう。それはちょっと鉢増しなりしてあげる、もしくは株分けをしてあげる。株分け、思いました。これがまた私ちょっとバランスにうるさいものですから、これおばあちゃん、お母ちゃん、子供で、その子供からまた
出てきます、はい出てきますってなった時に、出てきます出てきますでどんどんこっちが新しくってこっちが古い葉っぱがわーってなっていくんですけど、なりますね。そうなった時に、どうしてもこの古い方を落としたい、できればシンプルな状態で中心部に新しいものだけが欲しいって時に、この古いものたちをどうしたらいいのかなって思ってて、もっとこうちょっとでもいじめますけど、でも今萌さん言ったみたいにこう古い世代を、先になんていうかな、株分けとかしてこう切り離して切り離していくんですよ。で新しい世代だけ残して、で切り離すと今度根っこも減っていくので、そうすれば鉢もこう大きくしすぎないでまたちっちゃくも住んでいくじゃないですか、になるから、そういうことを考えていく。大きく株の偏りが気になるとか大きくしたくないとか、そういった方なんかは株分けとか、ちょっとこのなんていうかな、植え替えの中でも株を切って根鉢を切って、スリムにしていくっていう植え替えの仕方をしていきます。そういう風にするときはこれせっかく植えたけど抜いちゃいますね。はい、わかりました。この今のケースを説明すると、ここで通じてるんですよ。ここにここの根元で接点があるからここで切れるんですけど、だからここでちぎるか、もしくはここにハサミを入れて、でここのハサミを入れるときに、この接点だろうと思ってハサミを入れて、でももしかしたらこの切りたくない世代を切ってしまう、傷めてしまう場合があるから、それだったらどちらかというとこのハサミを入れる時もこの外したい世代側にちょっと寄せて切る。いや、これ難しい。切る。ここに今掴んでるんですけど、ここに今接点があるんですよ。こことここの接点が、土の中に、これはなんとなく触ってればこう接点わかると思うんですけど、これをこう切るとちぎれるので、こうまずこれで上はちぎれました。あとは根っこなんだけど、根っこがこう完全に絡んでるじゃないですか。でシンビジウムの根っこってものすごいこう本数も出て丈夫なので、これね、今から衝撃映像かもしれない。衝撃映像かもしれないけど、思いっきり切っちゃって大丈夫です。これを全部一本一本こうやってほぐしていって、知恵の輪みたいになりますよ。そうそう、こうやって昔のテキストはこうなんですよ。でも昔のテキストはそうなんですね。こうやってこう一本ずつほぐしていって、でついてるバッグも外して、でこう一本一本ほどいていった状態でこう分けましょうっていうのが普通なんですけど、それはねなかなか大変、なので、じゃお時間のある方はって感じですね。お時間の問題じゃない。1,2 時間かかりますよこんなだけでも結構かかるんですけど、そこまでの手間は取りたくないので、もう思いっきりケーキのように切っちゃう。この根っこの鉢を。もう昭和園芸じゃなくなってますね。令和園芸ですね。それ大丈夫ですか？切っちゃって、で切ってももちろん根っこすごい傷みますけど、切ったその断面から今度次また枝を出して、でこう根っこを張り直すということをしてくれるので、思いっきり切っちゃいます。で切る時はこれはね、バラ用の根切り。バラ用の根切りの、バラでね、根切り道具っていうのがあるんですよ。これはプラントハンター根切りっていう、ちゃんとそういう商品があるのか。あります。あるし、もしくは、冷凍肉を切るステンレス製の包丁とか、パン切りのそれならあるステンレスもありますよね。要するにこの硬くてあんまりこの切れ味が良すぎないぐらいの硬いやつの方が個人的にはおすすめです。ギザギザの柔らかい太いノコギリとかはあんまり私はおすすめしてないです。ギコギコになっちゃうからですか？根っこの方がね割と強くて、切ってる間に
ぐにゃんってなったりとかして怖かったりするので、はい、できればこういう特にステンレスとか強いから、はい、私はこれは結構今お気に入り道具でプラントハンターは使ってるんです。バラの根切りをするといいと思います。でこれをとにかくこの2世代を残したいので、そうですね、なのでまず、反対側はなくなってもらいます。はい、もう、2分の1ですか？ほぼ2分の1、ほぼ2分の1の時にこういくよ。はい、はい、いくよ。いや、それもなんかすんなりいく。根っこ強い切るものだったらすんなりここがこの前の世代とのほらそれ接点だ。それ石田さんしかできない技とかじゃないですよね。一般家庭でできますか？うん、全然ここが硬い。だからこう切る時も、もしこの接点がある状態だったらここだけ硬い。はい。そこだけ硬くて、あとはこう普通にサクサク切れちゃうような感じで、これで植えるか、じゃあ例えばこれに植えたいと、4寸もともとあった鉢ですけど、大きくしたくないからこの鉢に植えたいってなった時には、けど深さはもう丸々これパンパン状態にすでにあったわけじゃないですか。だったらマジよ分かった今その分をもうロールケーキ状態です切ってすごいでこの子をセンターで植えたいから、そうですね、こっちが邪魔じゃない邪魔じゃない、はい、邪魔でなんかこれ笑ってやるのが残酷なことになってるんだけどこれで切ってでこのぐらい切るともうこの塊状態に、今必要以上には触らないっていうもう必要以上に感じ。やはりその新しいこの周りは触らないもあるし、いい加減いじめてるのでできるだけ残ってる部分のダメージは少なくしてあげるといいかなと思いますけど、はい、これを外して気持ちがいい。ちょっと個人的にはすごいすっきりして気持ちがいいです。そうやっぱこうスリム化させるんだったら、でもこのぐらいしてあげないとスリムにならない。でこれを今度真ん中寄りにしてあげて、気持ちがいい。こうやってしてあげると鉢を大きくしない状態で、その古い世代を、最悪この世代も外してもいいけど、あった方がいいかな。あった方が3世代ぐらいがあった方が余裕ができるというか。ただでさえジャキジャキ切るんで、難易度を抑えたいんで、3世代は私はじゃあ残すことにします。例えばこの葉っぱが枯れてる状態になっていたとしても、このバルブ、ここの古いバルブね、ここがしっかり触って硬いような感触があるんだったら、そこまで残してあげるだけでも全然違う。これでだってダメージ、すっごいダメージがこの世代に来るじゃないですか。そうするとやっぱここの養分をできるだけ、だって根っこから今吸えない状態なイメージつくでしょ。なのでどっかから吸うってなったら、まずここの養分から、もうおばあちゃん養分くださいと、おばあちゃん助けてって言って、こう助けてってしょうがないねって言ってここから次お母さんに渡して、そっからお母さんから次子供の世代に養分を分け渡す。こういうでも命のバトンを、この復形成っていうのはこれをするんですよ。だからこの復形成は育てるにはすっごい簡単なの。そうだコチョウランとかより簡単だ。これをつけてればここで逃げれるから、だからね、こういうバルブを横からね作って、新芽出してバルブになって、新芽出してバルブになってなったらよくて、でこれも繰り返してれば、この理屈が分かってきたら、あとはだって次出てになった時もまたじゃあそのタイミングで抜いて、そこの世代で切ってってやっていけば、そしたらこの大きさで例えば4寸キープでそのまま育てていける。観葉の人たちは置き場所ないから、大きくしたくないっていう方がすごい多いから、これはいいこと聞いた。だからおすすめなのは、こうやって
ちっちゃい鉢をちっちゃくして一目で進ますことの方がおすすめかな。あ、一つに、いや、じゃあやはり先ほどの2個出てきた時、2つにするとこう2方向に行くじゃないですか、こっちとこっちと出てきて、そうポンポンと、うまいことこう一目でいけるようにした方が、例えばこれもそうよ。これも2目になってます。これも2目の状態、今2目の状態じゃないですか。分かりやすくしていくんだったら、これを1回分けてこう一目の状態、一鉢一目の状態で小さい鉢にしてあげると分かりやすくなる。こっちの塊とこっちの塊、こっちとこっちで分けるんだ。そうそう、こっちでも1、2、3世代あって、こっちが1、2、3世代かな。だからここの真ん中で4世代目で接点ができてるので、これを切る、これを切る。要するにここを切ったら接点がなくなるので分かれるんですよ。へえ。それがこれがまっとうな株分けね。それこそむしろこっちが入れ、これはちょっとこの切り刻み、なんて名前をつけようかなみたいな感じだけど、これをシュッと植えるタイプのやつで、こういうのをこう株分けって考えた時には、これすごい分かりやすい株分けですけど、ここの4世代前で接点ができてるから、ここを切れば分かれるんですよ、これシンプルに。でそういう時はね、やっちゃって大丈夫なんですか、それ。いいですよ。いいですか。で私がおすすめなのは、ここで上から切るのもまあいいんだけど、私はこうなんていうのかな、力がない女性が極力うまいことやれるように考えた時には、これ逆手に持ってもらって押してもらう、押す、引くとこの刃をほらなんか失敗した時にこうキュッと自分の方来たりすると怖いので、逆にこう押してもらう。で押すとほら自分の体重もちょっとかけれたりするじゃないですか、まあ、手だけこの切り口に添えないようにしてでそう怖いから、そういう意味でね、切れ味が悪いのの方が私いいと思ってるんです。パン切りとか、まあ、それでも切れる時は切れちゃうから気をつけていただきたいですけど、で根っこ切る時はねそんなに硬くないんですよ。硬いのはさっきの接点のこの地際に、ここのバルブの下に硬いポイントがいるから、でもうこの場合はシンプルにこの4世代前のバルブをめがけて下から切っていくんですよ。いい？はい、どうぞ。こう切ってって、ここはもうそのままいける。ここはそのままいける。そのままで、女性だったらこうやってこう硬いから力入れながらいくといいかなって感じで。そこ中心いくかな。でここのタイミングでここは行くけど、多分音が聞こえると思う。最後いくよ。そんなに聞こえなかったで行くとしくってる。これ切っててちょっとこっち側に寄っちゃったから、私本当は今これを切りたかったけど、今ちょっとこっち側切っちゃいましたよね。接点ギリギリだけど、ちょっとここに傷口に入っちゃったかもしれない。ちょっと下手しちゃってますけど、これが本当はこっち切っちゃったらここは傷めなかったから理想的ですけど、ただここ切るとこうやって2分割する。まあこのくっついてるとこはね、あとは上からちょろっと切ってあげれば、これで2つに分かれましたと。本当はね、こういうちょっとこうやってやっちゃったって時なんかはろうそくのろうとかをここのところにこうちょっとね埋めてあげるとか、なんか薬とは違うんですか？そういうちょっと切り口に塗る薬みたいな。切っちゃったの融合剤かなんかありますよね。ここに塗るようなタイプ、あれでも全然いい。もしくは練るタイプのなんだっけ、弁礼とかなんかありますよね。そういうのをこう塗りしてこう埋めてあげても全然 OK なので、それのでこうケアしてあげて、こっちはまだこの世代はいらないから、ここはちぎってあげて、これ実はもう一世代古いのいるから、こ
これちぎってあげて、これさっきと一緒ですよあ、ね。でようやく3世代になりました。そう、今これ3世代状態になってるから、あとはもうさっきの植え替えと一緒。出た。こっち側がいらないじゃん。古いところを、こっち側がなんか邪魔しちゃうじゃんと。で下浅くしたいじゃんってすると、こういう風にしちゃって、でそうしたらこの鉢に植えれる。植えれる。で、植えれる。はい。お、植えれちゃえる。のでこうちょっと敷いて、こうすると割とでも深さがあるから、そんなにたくさん敷かなくていいから軽く敷いてぐらいかな。これでするとやっぱ一目で進ますとでも方向が分かりやすくなるから、いやこれかなり勉強になる。こうやったら、あ、そうで一番新しいのがこっちの中心に来てますもんね。そうできるだけ、株分けしても水やり、この後の水やり一緒ですか？これでさっき言った説明の中の鉢増しの水やりの管理と基本のアプローチは一緒ですけど、もっと乾かし気味に、もっと乾かし気味に、このもっと乾かし気味にザクザクした方はそう根っこ全然いじめてる状態なので、ここまで切った時はもっと乾かし気味を意識してやっていく。で、それこそ肥料に関して言うと、こういう手術した後っていうのは液肥の葉面散布とかのすごいこう柔らかい設計の方が、もうそれこそ置くタイプの肥料なんてその書いてる数字の5分の1ぐらい、超少なめぐらい、気持ちよくぐらいの感じでやるといいと思います。観葉の方たちは活力剤持ってるんですけど、活力剤はいらない。最高ですよ。活力剤ぐらいだったらいいです。活力剤も液肥もそうだけど、そういうのをこう薄めて水やりのごとにこうやってあげる、それも最高にいいと思います。こうするとやっぱね植えるスペースないから、これはちょっと方向が違って真ん中気味ぐらいにいるから、こうすると今度はこの子は両側をちょっと削るって感じかな。で下を切ってと、でこの子供そうですね、新芽をど真ん中、分かってきたぞ。分かってきました。分かってきました。これもほら今萌えさん分かってきたのは、この一目でいくとすごい分かりやすいんですよ。これが2つあったら多分私には無理だ。シンビジウムの分かりにくいがね、一番あるのはね、シンビジウムっていうかこの副形成、新芽がどんどん出てくる時の分かりにくいは、いっぱいあるから分かんないんですよ。これが1個ずつだったらね、結構分かりやすくなってくる。分かってきた。分かりやすくなってくる。こうシンプルにしていくとものすごいその流れが分かりやすく分かりました。あ、よかった。これで。で、あと皆さんちょっとそれでも気になってるとか気に入らないのは、でもやっぱり葉っぱ邪魔と思う方とかね、いらっしゃるじゃないですか。基本は前提として葉っぱは切らない方がいいです。切らない方がいい。葉っぱは切らない方がいい。もう養分考えた時にはもうすべての供給源は葉っぱ、そしてバルブの状態だけど、この葉っぱバルブへの養分供給は根っことこの葉っぱなので、葉っぱは基本切らない方がいいが、それでも嫌なんじゃいという方はどうしても切るのであれば、一番古い世代の葉っぱ、間違ってもこんな新しい世代とかっていうのを切っちゃうと、もう基本の供給源がなくなっちゃうので、最悪その一番古い世代をせめて切るようにしてあげてください。はい、わかりました。そして切る時の場所切っていいのか。シンビジウム葉っぱは萌さんこのバルブあるでしょう。葉っぱはどこですか？私が思う葉っぱこの辺かな。じゃあどこからが葉っぱですか？それ言われると
いやそれ言われるとあれでも茎これは茎、バルブは下は茎、だけど難しい。じゃあこの辺この辺いい答えですけどシンビジウムどの品種を見ても、線があるでしょ。ここに知らなかった。どの株見ても線があるでしょ。ここが茎と葉っぱの境目、理想っていう。嘘、いうのも見てみようどれを見ても必ずありますから。分かりにくい分かりやすいはあるけど絶対あるから。いや私観察の鬼のはずだったのに。グラマトでもあるよ。知らなかった。線入ってる。そう線入ってるんです。だからこの線から葉っぱ側、思ってる葉っぱ側よね、からが葉っぱだから。これはしてやられた。だから自然に枯れる時もここで落ちるんですよ。それは知らなかった。だからここで落ちてるんですよ。これ自然にここで落ちてるんですよ。本当だ。ここね。そう。ここね。で自然とここからポロッと落ちるってことですね。そう。いや落ちるんです。知らなかった。だからこう邪魔な葉っぱがありますと。邪魔な葉っぱ、嫌な葉っぱがあってどうしても切りたいですっていう時はこの線より上側で切ってあげる。線より上なんですね。線のとこじゃなくて、線よりも1センチ2センチぐらい1センチ2センチぐらい上側で切ってあげると、そうするとバルブを傷めずに切れるから、そしたらバルブの養分が慌ててなくなることなくちゃんとこれが移って、でこうバルブは役目を終わって、だんだん枯れていくっていうスイッチに入っていくので、これより下のバルブの方、線より下のバルブ側で切っちゃうと、そうすると、早めに枯れます。そうなんだ。体を痛められたと思ってじゃあこっから上で貯金ですね。切るのであればね。基本は切らない方がいいですけど、どうしても邪魔だなと思ったりした時に貯金。これはその一番古いおばあちゃんは、1枚切る2枚切るじゃなくて、切るなら全部切っちゃっていいんですか？全部切るでもいいし、邪魔な角度とか、その垂れた葉っぱが嫌とかあるじゃないですか。このなんか垂れすぎたのが嫌だからとかになったら、その外側ですよね、結局は。そういうところの葉っぱだけ切ってあげると。これも切ってあげるだけで感じ変わりますよね。そうですね。そこ切るだけでも。なので全部切らなくってもこのサイドの1枚2枚を切るとかも私はありとは言いたくないけど、するときはそのぐらいでしてあげるといいんじゃないかなと思います。これはどんなの見ても線がありますから。本当だ。見る目変わった。まだありますか？いくらでもありますけど。でも簡単に考えていくっていうのであったら、まずは鉢増しっていうのが大事ですよっていうところと、付き合い方の中で簡単にしていくんだったら、そうやってちょっとこう切ってあげて、でこう一列に各世代が並んでもらうようにしてあげると、こうするともう進み方がものすごい一個一個だな。分かりやすくなって、一個一個だな。私もそうしよう。一個一個にしよう。これは結構おすすめ。最初にだから最初はだいたい農家さんが2リードとか言って、一番花咲かせるバルブを2つか3つぐらいで発達させてると思うんですよ。それがお花がやっぱ3本4本5本とか出る条件なので、そうするとやっぱ一番元気なバルブが2つ3つあるので、一鉢の中に。だから一番最初買われた時の状態のやつを最初シンプルに2分割3分割とかしてあげたら、そしたらほらどれか残るじゃん。失敗してもそう失敗してもどれか残って、でそれをどれか育てていけばいいし、別に全部残っちゃったら1個ね、なんか友達にでも、一緒にやろうとかって遊べばいいと思うので、っていう方法もありかな。面白い。